聖さんは突撃型っていうんですかね、実戦でこそすごく生きる方かなと思うんですけど、こことここもつながってるんで全部の質量がバンとこれだけ動いてても気づけないですよね。最後こっちがそうか、そう思うとこれが動かし始めた瞬間に僕はこれを認識してるんですよ。そうだと思います。おすこんにちは、空手家国です、今回のコラボ相手は若い頃に極真空手で内弟子の経験を、経た後に総合格闘家へ、転身、その後は、UFC 参戦などさまざまな武道や、格闘技に、挑戦され、現在は、武術を生かした独自のスタイルで誰でも何歳からでも強くなれるをコンセプトに、誰強道場を主催している菊野勝則先生です、すいません、よろしくお願いします。お願いします今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先ほど木野先生のチャンネルをコラボさせていただいたんですけど、実はもう今回、4回目となります。ちょっと最初のコラボは、僕が練習に関してはこっそり木野先生の道場に行って普通に練習生として参加させていただいた後にサブチャンネルの方で対談を取る人もっていう、2回目からがあれですね、技術としてそうですね、はい、させて表向きの技術というかあれですね、ちょっと交流させていただいて、今日が一応4回目とございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕基本的にはやっぱりフルコンタクトからでばっかりやってて、競技のことばっかりやってるんで、武術のことって正直あんまり知らないんですよ。なんで、YouTube が始まってからいろんな方とコラボさせてもらってるんですけど、やっぱりですね、せっかく菊野先生に会うんで、今日はもともと競技を散々やり込んでた上で、武術の良さを感じで武術を取り入れて今やられているので、その辺を踏まえて今日はちょっと菊野先生ならではの何かいただきたいなということで、ちょっと昨日居酒屋で少しお話しさせていただいたんですけど、なんか姿勢っていいんじゃないのって話聞かれて。そうですね、今ちょっとそれをね、どうやって伝えるかなってふとちょっと今ピッとアイディアが浮かんで、ちょっとそれはありがたい。姿勢ですね、結局、僕内反地のとか聖さんっていう型を行ってるんですけど、その中に姿勢、動き、リラックス、意識っていう、そのエッセンスっていうのね、それをわざわざ僕分解してるだけなんですよね、姿勢っていう名前、成分で分解してる。なのでちょっと聖さんっていう型の中の月をちょっと説明して、その中で姿勢の要素と動きの要素を説明できたらなと。わかりました。思います。よろしくお願いします。いやー、ちょっと興味津々であともちろん僕も、菊野先生のチャンネルに、出演しますので、ぜひ菊野先生のチャンネルをとんでもないの食らいましたんでね、見てくださいね。ぜひ見てください。じゃあすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、誰強道場では内反地っていう方と聖さんっていう方をすごく大切に稽古してるんですね。でやってることは大きな意味ではもう一緒というか、体を一体化させて効率的にバレないように使うということで、内反地っていう方がこんな感じで、こういう付き方をしたりするんですね。前これは僕も、コラボの時に習った時にめっちゃ疲れるやつですよね。そう上手になればなるほど自分の中の遊びがなくなっていって、動かないものを動かす稽古ですね。なんかこういうのを押すような、壁を押すような、そんな稽古ですよね。で、こうやってやることで、体の外に軸ができて、全身の重さが遠心力に沿ってこうやって入っていくっていうのが、内反地の考え方で、聖さんっていう方もあって、内反地はちょっとバランスがいい方っていうイメージなんで、僕のイメージですよね。聖さんはなんですかね、もう突撃型っていうんですかね。突撃の要素が結構強い方。だから戦いってうわーってこういったら勝ちというかですね、特に急所攻撃っていうものがあると、先にちょっとでも崩したら勝ちなんですよ。もうちょっとでも崩したらもうガンガンと実技金的ってね、畳みかけられるんで、ちょっとこうなったらもう負けっていう、それをこれの強さがすごく際立ってる方で、実践こそすごく生きる方かなと思うんですけど、実践のための方なんでね、それはそうなんですけど、でその中にですね、聖さんの形で、こういううわってこういう構えがあって、
ちょっと作ってもらっていいですか。ですね、じゃあ左足がちょっと指先と膝を内側に向けていただいて、そうですね、はい。でこの向きが僕の中心に向くようなイメージですね。で後ろ足をちょっと指先を前に向ける感じですね。はい。でもう少し下げた方がいいかな。そうですね、はい、そのぐらいがいいですね。で溝落ちとかかとが一直線のイメージにしたいんで、結構前ですね。そう溝落ちが前に行って、で胸椎で体をこう立ててくる。そうですね、そうですね、はい、いいですね。今こことかかとがこう綱引きしたような感じになって、ここのゆるゆる遊びが取れたんですね。これが今一体化した状態、すごく強いです。でこの状態で手がこういう感じを作ります。そうですね。でこれもいわゆる適切な角度というかで、こう伸ばしてちょっとひねることで遊びを取るって感じですね。こう引っ張ってやればいいです。そうですね。そう、ここ肩から肘が離れ、肘から拳が離れることでこの関節部分のゆるゆるをなくすという、そういい感じですよ。そうでこのエネルギー、僕が今押してるエネルギーありますね。これがかかとまで抜けたらいっちゃいいですね。どちらのかかと？前足、右足のその後ろ足のかかとに、そう今僕が分けるようになります、そうですね、そうです。今高血先生の体が一本の槍になってる状態なんですよね。溝落ちからかかとまでが、槍のこう持つところとするならば、ここが穂先ですね。ここからかかとまでが一本につながってる。そうです、今これ強いですね。僕が押してもぶれない体、いいですね。この状態のまま、突っ込めればですね、これが今はこうやって稽古してますけど、実際こう自由な構えでいいんですけど、この感覚を掴んだまま、例えばそのままそうですね、前足をスッとこう外して、僕にこうちょっと当たってみてください。この感じを大事です。この感じのまま、前足を外すと。はい、そうですね。前足が前に出れば分かるかな。このままそうでそのままもう僕に当たっちゃってください。そうですね。これでまず相手を崩せるんですよね。この感じがこうでもいいんですけど、このままこういったらこう槍のまま突っ込んでくるんで、こう衝突が起きないというか、これがこう押せば、僕が押したらですね、高血先生の中に、つまり僕に土台があるんですね。土台があるから高血先生の土台ができて、反射がグッと押し合いっこが始まりますよね。でこれが僕の中にこう遊びがこうピュッとこのグッっていう土台がなくなって、このままこういくとこう高血先生の中に緊張が起きないから浮かされると。このままこれでこれだけでもわーっといけるっていう、まずはこの槍の発想があり、でそこにこのままじゃあそうだなごめんなさい、じゃあ向き変えたでいいですかね。じゃあこの向きにして、右手がこういきましょう。そうですね。この引き手をぐわっと締めたまま腰の位置にこう引いていきます。この動きですね。そうですね。そうするとここもこれを締めれば締めるほどここがこう伸ばされて遊びが取れていく。でこの触った時に1ミリも動かないぐらいになってきます。そうです。いいですね。どこも緩んでない、力んでない、いいですね。でこのまま、これが溝落ちのないここに向かってこれを締め倒したものをこう出してみてください。そうです。いいですね。でここも遊びがない、いいですね。肘から先をひねる、いいですね。めちゃくちゃ強い。そうですね。今これがすごく強い構造で出した状態ですね。じゃあこれをもう一回腰の位置に引いてもらっていいですか。今この締め倒した状態で僕を運んでもらいたいんですけども、ちょっとやってみてくださいね。これで、さっきみたいに締め倒して、そうですね。そう今ここが土台ができたんですよね。
今ここが土台ができたんですよね。土台ができると僕にも土台ができて喧嘩が起きるんで、これをもう要はこのグッっていう土台をなくしたいんですよね。この伸ばしまくって遊びを取ったまま、うわー、そうひねりながら打つ。そうです、そうだ、もう一切遊ばせない。きつこれそうめちゃくちゃきついですね。押すのはきつくないけど動きがきつい。そうめちゃくちゃ頑張らないといけないっていうね、一つ一つの動作が、でこの感じでこれが今生産好きという状態なんですけども、で私意識してないと締めれないって、で溝落ちとかかと、溝落ちをもうちょっと前に出していってます。そうです、ここの槍をしっかり作ったところに絞ったまま、そうです、いいですね。そうすごくいいです。でですね、今これ何が起きてるかっていうと、ここを締めてこれが出たってことはですね、今極端に言うとですね、こんな感じになったんですよ、力の流れ的には。だから内反地の時はここに出てた中心みたいなものが今ここにできてあるかイメージです。なるほど、なので内反地よりもちょっとまた成分が違うと、遠心力の成分が増えるというかね、ここに上り棒があって、僕がわーっていくようなイメージで、これを全力でもう一回ついてみてください。これを緩んじゃうな、締め倒す。そうです、いいですね、すごくいいです。釣りそう。釣りますよね。それが正解です。そうです。ちょっとその感じでこづいてもらっていいですか。あんまり強くやりすぎないでください、僕痛いから。重たいですけどね、重たいですけど少しこっちが壮大ができたんですよ。なんか緩んじゃった。ストンって感じで、このまま、そうトンって、でもいいですよ。その感じです。ちょっとさ、おお、ちょっとすごかった。めっちゃいいです、めっちゃいいです。おお、ちょっとすごかった。めっちゃいいです、めっちゃいいです。ちょっとすごかった。めっちゃいいです、めっちゃいいです。でこの稽古をすることで、体の中でそのつながりと、こういう流れが身についてくるんですね。これをひねると中に軸ができるので、これはこれでこの連打が効いたりとかね、力を伝えるっていう意味ではすごくいいんですけども、重さを伝えるっていう意味ではこれはすごく有効で、普段慣れてないけど、そうですね、やばいっすこれ。ちょっとすみません、今構えを解放しないと。いや、それが正解です。型ってね、何回もできないですね。本気でやれば。で、今ので例えば戦ってる時に、これがこうしないってことですよね。このままこういくわけですよ。そうすると怒りもね、まずね、あんまり見ない、これが起きないんでね。なるほど。でこれがあるから、この分のこういう出力ですね、姿勢も上と下もつなぎ、こことここもつながってるんで、全部の出力がバンと全部の出力がバンとこういうなんかちょっと普通のだけ聞こうと違和感が。そうですよね。ここが動かないからですね。こういう武器がここでこうぶつかっている。この手が動かないから、なんかすっごい違和感があるんです、結構。あと怖いっす。なんかいきなりなんですかね、なんかイメージとしては、僕のイメージ、拳がここから来るのって当たり前に分かるイメージがあるんですけど、なんかこっから
この辺に来てから初めて認識するみたいなイメージですね、これ感覚というか。ここら辺もやっぱ内反続きと一緒で、前もおっしゃってくれましたけど、質量が近づいてくるのが怖いので、それが最後なんですよね。そっかだからだそうか、これだけ動いてても気づけないですよ。最後こっちがそう思うと、これが動かし始めた瞬間に僕はこれを認識してるんですよ。そうだと思います、もう無意識であればあるほどそうですよね。はい、なので、スピードがなくても起こりを消しているので、この分距離を結べる、これが動き出したらここだとしたら、ここからこう打つような、そうですねなんか明らかに速いというか怖いというか、なんかいきなりここに拳がある感じですね、感覚としては。そう土台を作らずにこういう質量がこれによって全部がニュルンとこうね入っていくような体ですよね。その感覚を養うためのそうで全部をバツンとこう、ピン止めしちゃって、でこれを解放したらこういうふうに全部マイクになると。あえてこの窮屈なやつでそれを作っていって、で解放した時は無意識にそうなるように。そうです。でこれのまたいいところが、さっきみたいにこう構えた時に、このままこういけばいいですし、なんか例えばちょっとパンチ打ってきてもいいですか。外側これですよね、この動きがこれでこうつながってるんで、ここ軸のこういうなったりとか、受けと攻撃が同時にもうそうですね、蹴りが、じゃあ回し蹴りとか言いますから、これに対してこう受けたりこう受けたりしたとしたら、こういうこの手を軸にできるからそうですねっていうことですね。はい、だからあれですかね、じゃあ相手をちょっと掴む動作自体も使えたりするんですかね。掴んだところからですね。でもここでこれでつながってこれがガーンと一緒ですよね。一緒ですよね。一緒ですね。何にでも使えるってことですもんね。ここに軸を作れれば。で基本的には前に行く突進力を使って打つ感じですよね。なるほど。やってますか。これ即席でできる気がしないですけど普通に構えてもらって、そうですね。で最初ちょっと分かりやすくですね、手をこっちに伸ばしてみて、そうですね、そうするとこれが今遊び取れますよね。でそのままこれが緩まないまま右手で打ってみてください。これでこれ伸ばしたまま、そうほらもうつながるんですよ。こうですね。なるほど。これだから分かりやすい。押されてもらうと分かりやすい。そうですね。だからもろ手突きって結構武術であったりするんですけど、やっぱ引くと半分こになるんですけど、これだとドーンとね、両方行くんですよ。で武術ではさっき言った通り反則がないので、この例えばドーンってなって相手がちょっとでも崩れた、それでもここの距離の戦いが競技ではないですよね。実技筋的みたいなのが。だからここがすごく重要なんで、ここを制するためにも相手を片手で動くよりも両手でやった方が絶対体は重心が動くので、そこをすごく優位に立てるというか、今これももろ手突きみたいなもんですよね。乗ってるからですね。なのでこの手を出しておいて、これがたわまずに、だから本当両手ともニャンって出すぐらいの気持ちでやると、こっちを出していって、そうこれでも多分僕ちょっとあれですね、壁でもいいのかな、こっち圧力感じてた方が圧倒的にこれがやりやすい。そうですね。これに負けない構造を作ったままやると分かりやすいですよね。しかもこれを変えないようにしたらこれがもう絶対できないんで、そうこう出さざるを得ない。そうですいやこれはいいな、すごいやりやすい。そうですね。こういう知恵が本当に詰まってて面白いですよね。こんなこれで強くなるのって感じですけど、もう超実践、ルールがなければないほど活かしやすいというかですね。そうですね。不自由な動きの中にいろいろ隠されてるっていう。そうですね。不自由だからこそ磨かれることがあって、それが解放されていく。競技みたいなもんですかね。ルールで縛られてるから磨かれるものがあるのと一緒ですね。そうですね。競技で縛られてるから伸びるというか、そうですよね。ありがとうございます。これうまいこと使えたらクルコンでもいけそうな気がしてるな。そうですね。普通にブロックして攻撃なんて普通の受け返しなんで、その受け返しの中に
フルコンタクト空手って割と距離が近くなるじゃないですか。でそうなってくると、起こりのなさよりも威力とか回転力の方が使い勝手がいいというか、でそうなってきた時に、今さっきやってきたそのこうガッていうその、こういうこの感じですよね。そうでこのままぶつけちゃうやってると思うんですけど、例えばこれが、じゃあ下突きであればこの当たった瞬間にこの感じがあれば、このままじゃあ軽くポンとお願いしてください。当たった瞬間にこの感じを維持してください。ここではちょっと緩みがない状態。そうですねその状態ですし、これをこういう別のところで動かすですよね。この状態でこの形を作ったまま左の腰を僕にうわーとかね。なるほどここが強くなってるからです。そうですね、ここがもう武器化されてるので、なるほど、この武器を別のところで動かす、なるほど、こういう感覚ですよね。で受けもそうで、ここが同じようにカツンとなれば、この接点にそうしたら痛いですね。なるほど、そうか、伸ばすっていう感覚でなんですかね、こう曲げてるけどここをなんか伸ばすっていう感覚がすると硬くなるってことですね。そう遊びをなるほど。握手技なんかも同じことやってるんですよね。ここを伸ばしてるんですよ。これがこうなるからっていうわけで、こう中を伸ばしてる。そして別のところでこう落とすからこうかかる。これが姿勢と言われる外力に対して強い構造を作るっていうのを今姿勢と呼んでるんですけど、今これだったらここに対して強い構造、これだったらここに対して強い構造っていう感じで、そうですね。ありがとうございました。せっかくなんでちょっと自分なりにフルコンに活かせるようにちょっと進化って言ったら失礼な、なんかいやもうアジャストしてくださいますね。インストールできるように頑張っていただいてます。ありがとうございます。僕今就活してるんです。終わりの活動だから言い残すことはもう堂々と言い残してから、行っちゃう。だからね、今日多分ね、僕が相手を伝授する最後のチャンスです。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も菊野先生の打率踊りチャンネルに出ているんで、ぜひそちらもご覧ください。あとですね、今日僕が習った、生産の方とか、前習った内範地の方とか、もっと掘り下げてやってるのに関しては、打率を道場、オンライン打率をくれば絶対大丈夫ですからね。オンラインでもやってます。誰でも何歳からでも興味があるということで、興味がある方はですね、概要欄とか情報をいただいて貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。あとはですね、実はこの後ですね、実は前田明さんから一度講義もあった方がいいよって言われてた、安江先生ですね、ちょっと菊野先生とコラボされてて、ちょっとご縁があったというか、菊野先生ご紹介いただいて、今日この後ですね、安江邦弘先生と、コラボ3人でさせていただきますので、ぜひそちらも、皆さん楽しみに待っててください。じゃあ最後の締め、そういえば、いいですか。なんかいつものくだりがあるんですけど、日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家講義の YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。じゃあありがとうございました。このくだりいつもすみません。素晴らしいですね。ありがとうございます。特にフルコンタクト空手の競技者の方なら喉から手が出る、ほど欲しい絶対に受けられない左の下突きを今回ちょっとお届けしたいと思います。じゃあ普通に打つんで受けられます。はい。じゃあまず明らかにそうで、ちょっと変えます。大丈夫です。打ちます。こんな感じですね。